とろみつくじゃないですか。そう。量あります。お互いちゃんとよくしよう。
Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Linachu. Happy birthday to you. Way! ありがとう。ありがとう。で、いつ来るんですか？来るとしたら。あさってあ、マジあさって頼みますよ。あさって？なんか免許に欲しい感じ。あさって？俺ずっとその中俺ずっと木曜日が。いや昨日何時に寝たんですか？多分お前寝た後すぐだと思う。なんか急に起き出して座り出したんですよ。座りね座り出してんのかな。普通にトイレ行こうかなっつって。知ってよ。俺も昨日寝れなくて、ああそうなの。インディ・ージョーンズ見てたんですよね。あ、その時はまだ俺起きてて。見てたんですよね。マジでトイレ行こうかな。でもって思いながら、でも腹痛いしなっつって。で座ってた。座ってよっしゃまあいいやトイレ行くかっつってトイレ。結局何時寝たの？でも言ってたもん俺3時過ぎにはもう寝ようっつって。今日寝たの3時前。あ、ケイちゃんのそれいや多分でも本一緒ぐらい。当寝た後すぐっすよ。俺この時間に寝るようになったらコンソのせいだと思うんですよ。あ影響受けちゃってるし。でもケイヤ龍は早かったよ。早かったっすね。あいつめっちゃ寝てたっすね。あいつは寝れないかもとか言ってた割には寝てんですよ。あいつ寝れないかも嘘だ。大体寝れあ。ちゃう。すぐ寝るから。すぐ寝る。結局いつ帰ってきたんだっけ？名古屋から。遅い。3日前ぐらいです。遠い。でその日のうちに荷下ろしして。見たわインスタ。でもよかったね。でもバケツリレーで物投げてたよね。そうあっちの方が効率いいっていう。階段をいちいち登る。俺はそう金曜日ってことは8か。 8。あれだよ。土曜日はあれっすよ。ワンパクワンパク来るっす。何万泊？子供っす。え、泊まりに。 20人ぐらい。夜っすよ。泊まりに？で、大部屋の半分を、うワンパクの子がね。大部屋で寝んのかな、座敷で寝るのかわかんないですけど。座敷の方がいいと思う。座敷の方がいいっすよね。今回はだっているから人。だって俺2年前とか来た時、思いっきり子供の足踏んじゃった覚えある。あ、大部屋で。そうそう、大部屋ですよ。大部屋で一緒に寝たんだ。すごいね。やべえと思って。カレー作ればいいんじゃないですか。また。子供たちに。去年はカレーだったよ。確かにカレーです。カレーが一番好き。あれがいいよ。あれ面白い。小学生ですよね。小学生20人ぐらい来るの？だからそんなちゃんこ鍋いやだったより、大人も入れて20人。先生。あ、先生も入れて。先生とかも別にしないでしょ。でもカレー以外もちょっと作らないといけない。だからそれは卵焼きとかでいいですよ。卵いっぱいあるし、卵焼きと唐揚げとかでいいんじゃないですか。あ、いいじゃん。最高じゃん。いいっすよね。卵焼き唐揚げカレーなんて3品も入れないし。子供が大好きな。そうそう。わんぱく相撲があるんですよ。国技館でしたっけ？大会がある。大会があってなるほど、もう全国各地から来るんですよ。え？で、うちの部屋だけじゃないですよ。他の部屋も何人か、何チームか受け入れるみたいアップみたいな感じのしたい。稽
稽古ばかす時あるんですけど、でもほぼほぼないですよ。小学生はないです。ケア、ワンチャン俺何なんのこれ少ない、いやワンチャン残るかもって感じ。だから2番だったら落ちてて。大そこで豆腐何等分ですか9。 9等分ってどういったらいいんですか2本。この会話一回したことあると思うんですよ。1回どころじゃないね。俺9等分できないですお前9等分っつって12等分とかやってたもんな。12ってどうやってやるの逆に。逆に分かんない。多分3本入れちゃったんでしょ名古屋あれからどうだった？まあ安定にいっぱい来ましたね。あ、いっぱい来た。はい、いっぱいっす。だから場所中で何日かの曲ない日っていうのを聞いてたんですけど見事に全部入ってましたそんな日なかった？最後の金曜日土曜日が人数少なかったんですけど、ああ、それでも10人ぐらい。それでも10人？はい。俺名古屋めちゃくちゃ食ってたのに、体重どうだった？お前増えてた？痩せてた？いやーもう一回痩せなんかみんなから「もう痩せたね」とかなんかちょっと細くなったって言われたけど、それに調子乗って2キロ増えたっす。俺褒めて伸びないタイプです褒めたら安心しちゃう。安心しちゃうタイプ。こっち帰ってきて体重測ったら変わらずです。本当113のまんまだったです。俺に悪いけどめっちゃ食ってたよ、名古屋名古屋であんま食ってるんですよ。俺の目の前で食べてなかった。恥ずかしいんですよ人の前で。いや俺部屋で食わんで結構食いんだよ。ああ、ね。名古屋はまあ飯うまいし。ココイチとかさめっちゃ行ってたもん。あと亀屋もう何回も行ってたし、ココイチ普通に800とか900と800グラム。か。はい。すげえ。マジでくたばらないように名古屋だって去年が俺何も食わずにいたから夏バテやらないので。だったし、なんか10キロ近く痩せたって言ってたそうよね。だからそうならないようにって無理やりバカバカ食ってたら、うわ体重増えたかも思ってたのに、それでも変わらず。測ってみたら変わらず。その分汗で出てんだろうね。わかんないです。だってあの調理場行ったら痩せるよ。あれが毎年なんで。暑すぎた。コメントでも多いよ、やっぱりちゃんこ長は一人で頑張ってる。いや一人で頑張ってないですよなぜ彼は一人で頑張っているのか、誰か変わってあげないのかっていう。あれ一人でやってたら多分死んでる。まあ名古屋はね、いや僕もどこも YouTube に映ると大体一人だから。まあでも別にできるかな。すごいよね、それが。名古屋あれですよ、ずっと相撲取ってたんですよ、契約せいやあ、そうなの？大部屋で。準備運動とかちゃんとしないと怪我するよ。準備運動なしでやってるんですけあれは IG やりにはどうだった？全然違う？東京のあれと。ど、しんどかった。しんどい。距離がああ、そうなんだ。東と西の距離がめっちゃあって、ああ、そうなんだ。西に面積の国があって、で東に移動させないといけなくてなるほど。台車使えたんですけど、初日2日目か2日目の日台車なくて、俺抱えて持って行ったんですから。心臓結構な距離でしょ。東から西まで。はい、距離めっちゃあるっす。そういうの一人で運ぶのね。そうっすよ。あれ、お客さんっていうか客席数としても割と多いのかな。IC どうなんですかね、それは。わかんない。そんな変わらんかな。まあでもできたばっかだから綺麗だよね。はい。
あと、まあ、問題があるとしたら、駅から力士が入場するとこまでの距離が長すぎる。あ、ほんと。めっちゃ歩く。大体電車で移動するから駅から歩くのね。そうです。俺らはですね、だからあとは駅からタクシーで駅からタクシー乗っていく距離でもない。徒歩15分ぐらい。いや、5分5分以上はかかるか。でも10分もかからない。あ、その距離がしんどいか。暑さが問題です。ああ、そうだね。まずこれ、今日はカツオ。カツオ、鶏肉と、あと1個何しようか。炒め物をしようと思ったんですけど、ちょっと頼み忘れがだからこの鶏肉とこれとキャベツとニラ、はいはいはい。で炒めて。炒めて上行ったと思うんです。食えはすると思うけど、切ったやつ2つ食っただけで多分すぐ喉かゆくなったっすけど、結局まあアレルギーはリンゴとかはまあ今のところ食えるんですけど、今のところはこれバスオール絶対入れるね。全然大丈夫です。多分それ持ってきたのショーツさんなんですよね。名古屋行く前だよ。そうっす。確かそんぐらいです。うわ、何になるでしょう。何になるでしょうか。俺もわかんないです。何見たんだろうな。あ、分かった。心霊だ。心霊でも見てないです最近。どちらかというと俺結構もうずっと本読んでたんですよ。漫画だからないんだな。サボってたわけじゃないですよ。救世主来た。ボールちょうだい。頭やってたんですよ。柴田さんのでしょ。今日から授業。あ、今日から巡業。まあ正確には明日ほら。横綱で横綱が。そんなでかくでいい。お玉ねぎ入れるだけ。ちょうど今ケイちゃんがいてほしいなって。仕込みが終わんねえやって。あ、いい続いて汗。それ逆にすごい邪魔なんですよ。わかる？なってる。いや、邪魔なんです。汗かいてないですよ。全部でかいやつ入れて缶つける。ネギもカツオもっすか。あ、ネギはあ、ネギはいけないです。一つだけ。一つはこっちに使うかちゃんこ長ね。湯豆腐ですね。ら。はい。湯豆腐。はい。やった。僕湯豆腐やったんですよ。家で。なんか味がめっちゃ薄かったんだよ。鍋あれっすよ。食べるとき鍋のお湯あんまり入れないっすから。あ、そう結構タレだけっすよ。もう入れるあ、そうなんだ。の。これ全部バーク。これ入んなくないですか。入るんですか。全部入れるんだよ。押し込むんだよ。押し込んでたね、前ね。こぼれちゃう。ギューって下の方に一回押し込んで、でまた入れて。向こう側まで作っていいですか。青のりは別になくてもいいか、今回は。あ、そうなの？どっちでも。これを上からかけるの？はい。上からかける。これはそう。なるほど。これを下に引くんです。玉ねぎね。これ何用？その鶏肉用です。ああ、なるほど。今日は
生ニンニクね。ソースコチュジャン。コチュジャン入れる。で、そこに入れるんだ。今日は焼かない。タレ。ああ、これ1本でいいかも。新玉ねぎか。いや、新玉じゃないです。炒めない。新玉だったら辛み抜きしないですね。カツオ。このカツオも差し入れ。差し入れです。ありがたい。多分まだメス液入んないと思う。どうす。元気だった。元気だった。いきまし夏バテ大丈夫。た。やばいっすよ。7キロ痩せます。え、マジ。名名古屋で。うわ、あやっぱそうなんだね。みんな痩せるよね。体軽くなっていい。で、みょうがとにんにく。そうです。うわ、いい匂いするわ。
翔太さんのハートほど熱くはないですよ。バイバイ。移動は全部でも飛行機とかバスです。バス新幹線は北海道に渡るときだけ津軽海峡を越えるときだけ基本バスなんだ。全部バス。道内もバスです。函館から帯広7時間。それはしんどいね。東京とか関西が多いし。ちょっと水飲んでください。さっきお茶飲んだ。お茶じゃダメだな。鍋2回。どうぞ。料理名で言うと何なんだろう。ニンニク。わかんないです。ニンニク醤油。本当は、これ何しようとしてたかって、レバニラみたいなやつ。ああ、はい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 。だからオイスターソース。そうです。酒入ってるから。なるほど。で、これで酒が飛んだから、で、とろみをつけるために片栗粉をまぶして焼いたんです。なるほど。とろみつくじゃないですか。そう。
見てたよいやーめっちゃ応援してたよ最悪っすよ。でも全勝マジすごいねまあでもうん優勝したかったですね。言いたかったねいやそうだね悔しかったねだって一回ねもう一回取り直しみたいな取り直しの時、タイミング全然合わないです。あそうなんだ取り直しなんか珍しいよね決定戦で取り直しは珍しいと。珍しいですよねいや惜しかったやりましょうですね。そうだね次だねでも優勝。でもナイトルーティーンの動画がさそろそろ出るんだけどそこで名古屋場所ちょっと復活したいですって言ってそういい結果出せるようにみたいな言ってた全勝してすごいなと思よかった。ってねえよかったかっこよかったよまあでも来場所もう一回復活します。そうね来場所めっちゃ美味しそうこれやばいね量ありまくる。量やばいけどいやでももう今日は2品でいくんで、うんこれとカツオとで湯通しだからそっかもういいかな。さあ始めたい。めっちゃ美味しそうよかったです。何食いたいって言われたです。お前支払いだよとか言って名古屋でみんな痩せてるでしょ名古屋めっちゃ太ったっす。逆に160キロ一緒なんです。今でもさ、今改めて見るとさ、めちゃくちゃ日焼けしてるわ。ああでも俺でも2年前ぐらいからあんま焼けないようにしようと思って生活してたんですけど、それでもこれです。ヒロとかはもう自分から太陽の下に当たりに行ってたんですよ。昼やばかったよねヒロ真っ黒っす。日向で腕立てしてたもんねこう見ると焼けたねでもね、日焼けしても赤くならないと思うんですよ。そのまま黒くなっちゃう。名古屋を楽しめたっすか、愛知は。まあ実家帰ってまあそんなでも長くいなかったからうわ、実家誘ってくださいよ。確か俺小学校の時、近所に智也君と1個上の先輩いたんですよ。にいつも家遊び行って、室内で野球してた。最悪だよ9万5000円です。長太君痩せた名古屋で太った一般常識力みたいなのが大事かな一番俺、相馬も覚えたてのあんま意味知らない言葉ちょっと使いたない。なんかあったよねそれで YouTube でもあったかもしれないそういうお年頃なんですね。使いたくなっちゃう。思えばのですね。名古屋にいてから場所休みちょっとご飯食べるのを怠ってたんですよ。そうなので場所中で4キロぐらい痩せたんですよ。で場所休み場所中で前からなんかちょっと痩せておっぱい垂れてて、それ俺が言ったのになんか、いや体張ってます。そんな言ってないですけど、調子良かったんで、あんま気にしないようにしてたんですよ。なるほどそしたらびっくりするね。いやめっちゃおっぱい垂れてるでしょ。そういう言い方良くないですよ。わかんないです。しょうがないめっちゃ垂れてる。で、なんかもっと胸パーンってしてるでしょ。普通にマジでご飯食べるのがいいです。バテとかなかったです。なんかバテる、暑さでバテる
っても降ってます食欲は収まらなかった。あれうなぎ？うなぎめっちゃ食ったっすよ。ちょっと編集して、ちょっとカメラの前で編集して、ちゃんと編集でかぶってどうやってやるんですか？それを任せる。変身ですか？変身。牛バッチがエフェクトつける。お願いします。いい感じつけてる。これじゃない。誰も任せて。ちゃんとよくしようと思って。柴田さん結局行かないの。電車の方が柴田さん食事会行かないですか？特別参加だから乗れないんだよ。一回乗り換えで行けるらしいっす。とかが集まってるらしい。すごいな。こういうか。ゆきさんにも言われた。大体1週間とか10日なる。渡辺って5番目ぐらいだ。今日6時半飯食うらしいですよ。でも言われてないですよね、柴田さん。いやでもそれは何戦全勝したらこういったジョニーなんですよ、ジョニーなん。でも7勝はすごい。いやそれなかなかできることじゃないですよ。決定戦出るのがすごい。すごいね。序の口優勝してるからね、こっちは。いや決ジョ定戦ニーが決定決定戦2回やってますから。決定戦2回で3場所でマークしていってますから。 6勝1敗だ。エリートっすよ。初なの優勝に近づいたのこんだけ、初っす。最高何勝？ 6勝1敗が最高。じゃあ今回最高記録なんだ。あ、カズと優勝してたの？いや、優勝決定戦で2回とも。あ、そうですね。決定戦。それは何幕下？序の口3段目。ああ、翔さん、だってもう3場所しかいないですから。ジョノ口ジョニーさん。レベルが違うっす。立ち位置が違う。でももうすぐ重量ね。もうちょっと頑張って。もう来場所決めるっすよ、カズ。ね。だから次全勝したらもうもちろんもちろん。じゃあカズ君今過去最高おお。すごい。ちょっと見えてきたねこれ。扉開きカズトさんのでもルーティーン、1日のルーティーンやってもあんま面白くなさそうです翔馬さんのルーティンやったらもう視聴率やばい。やばいか。ないでな、ちょっしとょ。ないでしょ。な、全国の女の子たちが何もしないですよ。歌さんもう30万。北さんすごいね。しょうま北さん用でも俺もじゃあ顔にごま油塗っちゃいますよ。俺がちょっとごま油ちょっと高いんで俺サラダ油に顔に。ちょっと違うんです。一番面白かった。どこかっこいいんだよ、もう分かんないよ俺。その枚数によってこの部屋の中でもやっぱある程度その朝稽古でだいぶ差を感じるもん。正直それはない。いやあるさあるカズ勝てないですよ。へえ。そうなんだ。無理ですよ。みんな勝ってる。いやもう疲れて勝てるぐらい。喧嘩だったら勝てる。全然しないです。これ流血させられてる。ああ、勝った。リモコンで顔殴られて。初王将の本性を本性が出る。出しますか。リモコンで顔殴られて流血しました。あ、全部させてください。そうでしょ。勝手に血出した。俺が今やってる側ですけど、入門した時はカズトがやる側なんですよ。え？そんなそうなの？どこで立つのここ逆でしたら辺で思いっきり膝蹴りされた。あれはちょっと力加減できなかっやってる。あれはびっくりしたよ。あの、どこが変わったっけ？た。てかその膝蹴りだけじゃない。違うな。立場逆転した時どっちもは逆転したんだ。肩パンとかも泣いてたっすもん。その時は番付も逆だった。いや、カズトでもリュウとカズとめっちゃ犬猿の中だよね。全然っすよ。犬猿の中。犬猿の中だよね。犬
喧嘩するほど仲がいいってっていうこういうことなんだなって思ったんですよ。だって龍カズと好きでしょ。だってなんか好きじゃないですか。遊び行かないです。住んでですあ、違うんです二人で遊び行かないんだ。二人で行かないです。でも部屋いたらずっとイチャイチャしてます。かわいい YouTube だと可愛い子マジで作ってるやつあれ YouTube あれ完全に作ってるんですよ。作ってないからね。いつもね可愛い。可愛いですね。可愛いんだよな。龍でも後発組だもんな。後発組だね部屋の中で出てきた中で。前半いなかったもんね。膝怪我した時ぐらいあるそう。巡業行ってる時に YouTube 始まってで帰ってきたら怪我してるからね。そっか。でも龍のコメント結構ある。あるよ。ないですよ。コメント見るとか俺できないですよ。ね、文字が読めないの。読むのめんどくさいですよ。映画とかも2時間の映画とか40分持たないです。すぐ終わる。集中力がないぶっ飛ばし。うホタルの赤この間10分で見ようかな。絶対10分じゃ見切れないでしょ。飛ばして。すぐこうやってドロップ食べてドロップだけ食べて。映画とか見れないですよ。めっちゃこの子が動くいいんだよ。あ、そうか。これだ。あ、なんだっけ。巻物っすか。塩が持ってあ、いいじゃん。何それ。さっきの YouTube のあ、バイトの人はすげえすごくない似顔絵。見たい。めっちゃ似てる。めちゃくちゃ似てんの全員すごい。すごいでしょシールをもうすごいシールより言わないのよすげえ。え、すごくない。見してください。これヒロの上絶対カズトさんアクア関でしょ。え、めっちゃ似てる。カズノさん。額入れないとね額入れないとこういうこれちょっと待って少々みたいな。すげえ。翔馬さんカズマさんでした。そうっす。みのりさんめっちゃ似てる。ミノルさんめっちゃいい。柴田さんもめっちゃいいんでこの翔馬さん眉毛似てる。眉毛で柴田さんってわかる。似てる。柴田さんってみんな描く眉毛こうなんです。綺麗な眉毛してるんですよ。何私は見比べないで7割増し。 7割マシめっちゃマシマシやんそれで翔太さん儚くない顔。翔太さんの顔儚いんだけど。岡本さん。バット入りすぎて岡本さんひげそれよ。あれね玄関もっとひげ生えたままで。俺でも岡本さんって50年後ぐらいこれラインの背景にしよう。あ、それ学校入れるんですよね。額入れるこの形、そうですね。伸ばさこのサイズ。ね。これよ。そうだよすごい優しい顔になって優しさを足した顔。るね熱い。あれだけあ、可愛い。可愛い。あ、一瞬見えた。垣間見えたぞ。それよく見るな。あ、じゃあ、犬猿の中の。だってこんな喧嘩してる風に言っといてやっぱ横に来るっすから絶対に。すぐ来た。確かに。すぐだからこんだけ空いてるわけですよ。こっちもこっちも空いてるのにこの好きよね大好きなんですよ。おかずがあったから来た。キノコキノコ。いつもそうじゃない。いつも隣におるね。でちゃーって猫みたいにくっついてるニャンニャン系なキノコキノコ。カツトです。これも食べてよ食べるよ美味しいよいただきます。これ大丈めっちゃ栄養らしいよ。熱い熱いじゃない。きつい。おかめさん10個ぐらい食べたんだ。夫メッセもっと食べたよね美肌効果そうなんですか。嫌だって言葉には弱いのよアンチエイジング弱いです。甘っ。ね美味しいよね名古屋の牛じゃ甘くなるんだ。
そうで瞑想行って冷やしたいですね。たこの常温でも出るのが甘く感じるんだよフルーツってそうですね。おかみさんだって一箱全部もう食らい尽くしたらしいですよ。どう柔らかくあ、綺麗ですね。いや、艶が違う。なぜやこれしょうがない口ばっかり口だけもう口だけバンジョありがとうございます。リオは名古屋で痩せた？太った？あ、太る。みんな痩せるって聞くけど。相撲の調子がいい人はやっぱ太るですよ。これでもマジじゃないマジじゃない。相撲調子いい時ってさ、別に頑張って食ってなくても食えない。しょうがない。別に勝ち越してそうですけど、めっちゃ減ったっす。リオでもそんな食べた？名古屋で。食べてないです。え？飲み行ってからのああ、言ってから。定食とかああ、そういうこと。 3個3つぐらいできあのご飯ってめっちゃうまいよ。飲んだってさ、キラキラしてくれる。飲んだ後定食なんていうか、ラーメンとかじゃなくて。パンダラの下の定食うまかっめっちゃうまかった。一緒に行った後に飯行ったんですよ。うまかったです。俺、生姜焼き丼と、明太クリームパスタとネギトロ丼めっちゃ食べたんいってるよ。です。夜中の4時ぐらいに。マジ？あた。これがハムエッグ定食とうん。チャーハンとうどんやでも飲み行くとね、食べれるよね、なんか。多分あれ満腹中枢バグるっすよ。バグるよね。さっき全然こうやって見てた。た。あげるんだ。20に出るんでしょ40度高いのを超えてます。それはね、ほんまね、そうだよ。はこれ買って3日ぐらいでなくなってたんですよ。わかんないです。いくら探してもなかったんですけど気づいたら入ってます。思ったその修学旅行で行ったってそうです。あ買ったのに3日でなくしてめっちゃ落ち込んでたんですよ。あなんか言ってたねその大阪の時に行ったのでもね箸買ったって言ってたよね大阪でなくしたんじゃない？いや、こっちで使って3日ぐらいで片方いなくなったんですよ。しかも片方かよ。そうです。伊藤さんってもともと相撲やってなかったんですかない。ラグビーラグビー。相撲全然やりたくなかった。曲げがあるから。相撲部屋に行くまでやったことなかったない遊びですらない。本当に。それでそこまで行くってすごいですねちょっとラグビーと通ずるとこあるんですか？若干。若干ですね。いまだにラグビーの癖が抜けない。ラグビー選手って何食べるんですかチャンコみたいな感じでそのよく食べがちなものみたいななんか何でも食うんですよ、多分。で、あの人たちもすごい、すぐ消費するからカロリー。バカバカ食うと思うんですよ。運動量が相撲より多いもう桁違い、マジでおかしいです、あれ。余裕で自衛隊レベルじゃないですか。だから自衛隊とかにもありますもんね、部活でラグビー。ダンベル持ってそのグラウンド走ったりするからね。ラグビーの練習と相撲の稽古どっちが大変ですか体的にはラグビーで、気持ち的には相撲。ああかっこいいねそう考えると相撲って相撲は結構メンタル大事。個人技じゃないですか。あそうあっちはチームゲーなんで、なるほど。はいはいはい一人が弱かったら、一人がミスしたらみんなにこうつながっちゃうんで、まあカバーし合えるしね。そうこっちは手抜いたら手抜いた分だけ自分に降りかかるから気持ち的に落ち込む。うえいチャンネル登録はこちらからいいのはこちらからコメントもどしどし待ってるよー